どうもこんにちは、川口のTです。今日はナンバー12オーバーフルブローグの靴完成します。やばいっすよ、この靴。ド迫力です。もう作ってる間ももちろん迫力すごかったんですけど、今磨きから帰ってきてね、ツヤが出て王者の風格を漂わせていますね。磨いていただいたのは静岡のイーズシュー社員関村さんです。この靴もデザインとこだわり、そして最後に磨きのこだわりなんかもお聞きしたのでご紹介していきます。今回完成するのはこちらナンバー12コード版オーバーフルブローグです。この靴制作動画釣り込みまでしか撮れなかったので、今回完成でお披露目ということですが、もちろんね、釣り込み時でもかなりの迫力あったんですけど、そこからソールがついてヒールがついて磨かれてこんな感じになりました。アッパーの革はレーデル小川のコード版、色はグレーです。そしてデザインはフルブローグなんですが、少し変形フルブローグでして、このウイングチップ、そしてカウンターパーツは普通ですね。真ん中のこのパーツ、サドルシューズにあるようなデザインになっています。通常内羽タイプだとこのバンプパーツの下にこの羽のパーツっていうのは潜り込むんですけど、これ逆ですね。羽パーツがバンプパーツの上に乗っかってるようなデザインになっています。その分この部分に装飾が増えるので、通常の内羽フルブローグよりもさらに装飾が多くなってるばかりか、つま先のメダリオンの脇とかかとにまで穴飾りを入れているので、それが名前の由来、フルブローグを超えるフルブローグ、オーバーフルブローグです。この革、表面はグレーに染まってて、革の断面っていうのは染まってないんですよね。革は黒いんですが、穴飾りのところ、そして革の切り返しのところがベージュの断面が見えてますね。革の端はこんな風にギザギザにカット、銀ピングをしてあるので、そこにもさらにこのベージュが見えてきて、メダリオンもねベージュで強調されて、重厚感ありながらもどこかちょっとライトなイメージというかカジュアルな雰囲気も醸し出してます。色味なんですが、これ結構正面によっても変わったりするんですけど、グレーと言いつつ茶色っぽかったり緑っぽかったりします。で、場所によっても結構色が差がありまして、このつま先のこの辺とか結構ね茶色っぽい、オリーブ色っぽい感じなんですよね。で、この羽の部分、この辺はかなり緑っぽい感じがします。かかとの部分、ここかなり茶色いですね。という感じで結構不思議な色味で他にはない雰囲気を出してますね。つま先の形状は重厚感のあるスクエアトーです。少し幅広めですね。そしてかかとはシムレスヒールですね。かかともしっかりメダリオンが入ってます。ちなみにこのメダリオンと穴飾りの穴の数の合計はおよそ1050個、一つずつ手でポン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 開けていきました。アイレット、ハトメの部分には大きめの外ハトメ金属リングつけてます。で、この外ハトメ銅色のものを使ってますね。この銅の色味がこの革の断面のベージュとすごくよく似てて、かなり一体感がありますね。そしてソールなんですが、ソールはこんな感じの少し顔料強めの濃茶のコバインク。そしてこの靴、底付けはシングルソールダブルウェルトになってます。結構ソールの厚み分厚めに見えます。実際分厚いんですが、これシングルソールですね。ちょっと分厚めのオークバックのソールを使って縫い付けてあります。そしてダブルウェルトということで、かかと周りもウェルトをつけて出し縫いをかけています。そのおかげでヒールがドンと安定感のあるものがついて、この靴の迫力をまさに足元から支えているような感じになっています。そしてこの靴の迫力をプラスするのがこの出し縫いのステッチですね。これウィール番手は SPI8 番です。約 3mm 間隔で、少しドレスシューズにしては粗めなんですが縫ってあります。粗めのウィールをしっかり深くかけると、この山がキラキラ光って、これまた全体の装飾的なデザインの一部になるんですよね。そしてソール面はこんな感じでちょっとオレンジっぽい茶色に染めています。つま先にはこれは追記銅器仕様のプレート装着しています。銅板を切り出してひたすら叩いて、こういった打ち目模様をつけています。夜間で追記銅器のものってあるんですが、ああいう雰囲気を目指したものです。
飾りなので機能的に何か意味があるというわけではないんですが、一つ意味があるとすると、金属っていうのは変形すると硬くなる性質がありますので、つま先プレートを削れにくくするために硬くしたという、多少ですけどね。もともと銅っていうのは真鍮よりも柔らかいですし、鉄よりももちろん柔らかいです。なので、機能的に言えば最も鉄がふさわしいと思うんですが、こんな感じでこの銅の色味と、そしてこの追記した時の表情の豊かさ、それを今回はこの靴に取り入れました。この銅はまっさらな状態ではなく、少しいぶして黒みを増しているので、小刃面から見ると小刃の色にも近くなって馴染んでます。そしてこの靴頑張っちゃいました。イメージがどんどん湧いてきたので、シューツリー凝りに凝りました。見てください、これつま先のプレートと同じく追記同期プレートシューツリーです。追記同期のこの内目模様をつけて、シューツリーの曲線に合わせて銅を曲げて叩いて、そして真鍮ビスで固定し、真鍮の取っ手をつけというね、完全に装飾なんですが、この靴の全体の雰囲気さらに格上げするためにこんなものを作ってみました。これどうなってるかと言いますと、まず真ん中のパーツいつものように抜きます。抜くとこの真ん中のパーツにこの追記同期プレートがくっついています。であとは普通に3ピースシューツリーなので、後ろ取って少し緩めて抜きます。さらにこのシューツリーなんとくっつきます。磁石を内蔵してまして、ちょっと重いんで、これで持ち運べるほどじゃないんですけど、靴から抜いた後にくっつけて置いておくことができます。この合わさる面はこんな風に、これマホガニーの板を貼ってます。中に磁石が入ってます。こういう風にぴったりくっつきます。そしてこの3ピースツリーの蓋をするように、この銅プレートが覆いかぶさるという感じになっています。ツリーはこんな感じでアンティーク風に塗装し、ニスを塗って仕上げています。この靴のインソックはアパーと同じくコード板に箔を使用したものを入れています。最後のパーツはこれ中2つ磁石入ってますので、入れていくとカチンとちょっと吸い込まれるような感じで入っていきます。もちろん磁石が入ってますので落ちないですね。では最後にこの靴の磨きについてお話します。この靴磨きをお願いしたのは静岡のイーズシュー社員の杉村裕太さん。杉村さんは靴磨き世界選手権に優勝されたこともある方で、この靴を見ていただければ分かるんですが、腕前は相当なもんですね。で杉村さんによると、この靴の磨きのこだわりとしては、この靴コード板なんで、すごく輝かせることはできると。なんですが、そこをあえて履くものとして輝かせすぎずに、展示もできるし履くのにも馴染む、そういった絶妙なラインの光沢を目指したそうです。この靴、このギンピング断面のベージュの感じとか、あと糸もねグレー使ってるんですよね。なのでそれを残しつつ絶妙な光沢を出してくれました。でやっぱりね、この靴自体かなり迫力があって重厚感があるので、ツヤ感もね、にじみ出るような金属光沢っていうんですかね、飴のようにツヤツヤというよりはじわっと金属のようににじむような輝きが出てます。いや、迫力がね、磨きでやはりね3倍4倍増しぐらいになりましたね。でコード板なので少し毛羽立ちもあったんですけど、しっかり押さえてくれました。で杉村さんによると、この靴の仕上げで水磨きみたいなことをすることが靴磨きではあると思うんですけど、それはあんまり水はつけずにブラシで押さえていく、そして育てていくみたいな、そういう磨き方が良さそうだとおっしゃってましたね。実はこの靴には関係ないんですけど、杉村さんは僕の大学の同じ学科の先輩でして、在学期間はかぶってないんですが、杉村先輩
今回靴というところでつながれることができてすごく嬉しいです。さらに杉村さん、イーズシューシャインの YouTube やられてまして、今回この靴の磨いてる様子撮影していただきました。今回革靴の件とイーズシューシャインのコラボということで動画がアップされますので、概要欄にリンク貼っておきますのでぜひチェックしてください。僕もまだこの撮影時には見てないんですが、すごく見るのが楽しみですね。ということで、このコード版オーバーフルブローグ、今回のナンバーズコレクション8足の中で迫力担当といえばナンバー8ブラックベアダービーだったんですが、このコード版オーバーフルブローグも月のワグマの靴と双璧をなす迫力兄弟になりましたね。ぜひ展示会ではちょっと実物が並びますので見比べてみてください。それぞれちょっと迫力の方向性がまた違うものとなってますので楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。展示会やこの靴の販売に関する情報は概要欄にリンク貼っておきますのでぜひご覧ください。ということで本日の川野先生でした。